ちょっと直してみたら動くようになっちゃって。ボーイズ&グリス TV、 今日も可愛い車と素敵なオーナーさんに来ていただきました。お名前は？オッチョです。オッチョさん、年齢は24歳です。どちらからいらっしゃいますでしょうか？浜松市で。浜松市から。そしてお仕事は何されてますでしょうか？カーデザイナーで、お特にインテリアのデザインさせてもらってます。内装ということですかね、はい、そしてこちら車なんでしょうか？ルノーのトゥインゴです。初代トゥインゴ、可愛らしい。久しぶりに見ましたけど、年式は95年です。95年。この95年式の初代トゥインゴとオッチョさんで浜松からお届けします。オッチョさん、はい、トゥインゴってそもそもどういう意味なんですか？トゥインゴっていうのは、はい、ツイスト、スイング、そしてタンゴの3つが掛け合わさってできたのがトゥインゴ。名前からして結構楽しそうな印象なんですけど。いいですね。トゥインゴって名前だけでも楽しそうだけど、この3つだったらさらに楽しそう。もともとトゥインゴにストーリーがあったんですか、ご自分の中で？この車との出会いって、はい、僕が5歳の時に戻るんですけど、一時期家の車だったんですよ。トゥインゴのまさにイージーがなんですけど、半年ぐらいですぐいなくなっちゃって、すごい悲しくて、もう去っていく後ろ姿を見て大泣きしてたっていう記憶がずっと残ってて、そこからいつかはトゥインゴ欲しいなっていうふうに思ってて。それでこのナンバーは何ですか？5530っていうのは、はい、まず5が2つ並んでるじゃないですか、はい、5がツインということでツイン5でトゥインゴっていう意味。なるほど。で30っていうのがこのナンバーを登録した年、2023年がトゥインゴの30周年っていうことで30っていうのを合わせてみたっていう感じ。トゥインゴ30周年記念ナンバーですね。そうですね。オリジナルのなるほど。まさに超楽しそうな番号。愛車遍歴教えてください。最初の車は三菱の i、でそこから緑のルノーのトゥインゴ。これじゃなくて？これじゃなくて、そこからこのトゥインゴに。じゃあ塗り替えたというわけではなく、増車です。トゥインゴ増車？2台持ちです。トゥインゴの？はい、トゥインゴじゃないですか。どういう経緯ですか、それは？緑のトゥインゴの部品取りとして手に入れたんですけど、こちらをね。なるほど。なんで最初は不動だったんですよ。動かなかったんですけど、ちょっと直してみたら動くようになっちゃって。あらら。じゃあなんかディーラーかなんかに出して直したとか？お父さんと2人で直しました。なんと、そうなんですか。どれがかかったんですか、それ？1年2年弱くらい。で今はこっちをメインに乗ってる。はい。なんか緑の個体と黄色の個体、どういうふうに自分の中で住み分けというかお気に入りとかあるんですか？実はこの車が一番の念願で、そうなんですか。黄色と雲柄シート、この組み合わせ、この組み合わせが念願だったんですけど、一番初めに出会ったのは緑のトゥインゴだったので、なんか部品取りだし不動車だったんですよね。だから動くわけないかと。でも直してみたら自分の理想の個体が動くようになったと。皆さん分かりましたでしょうか？なんとトゥインゴ2台持ってらっしゃる。シンプルに言うとそういう話でございます。お嬢さん、トゥインゴどんなところが好きでしょうか？とにかく顔ですね。顔、可愛いですね。どんな感じで好きですか？トゥインゴの体調が調子がいい時はすごいニコニコしてるんですけど、ギアがつながり悪いとか違和感を感じる時は顔が泣いてるように見えるっていう。すごい生き物みたい。そう、ペットを飼ってるみたいな、そんな感覚ですね。結構この調子のアップダウンってあるんですか？雨の日とかだと違ったりしますね。ちなみに今日どんな顔してました？今日はニッコニコです。ニッコニコ、よかった。いつどこで買ったんですか？2021年のクリスマス12月25日に群馬で購入しました。どんな感じでいきさつで？これは知り合いの方からお話があって、部品取りで5万円でよかったらっていうお話で、お父さんと2人で積載車で取りに行きました。積載車借りて、積載車を借りて乗せて帰ってきて、実家に置いて、そこからは2人でずっと直してました。直すって言っても電球変えるとかね、バッテリー変えるぐらい、オイル交換ぐらいだったらなんとなく分かるんですけど、どうやって調べたりしてどうやって直したんですか？まずはなんで動かないかっていうところの調査から始まりました。そりゃそうだ。でそこから分かったのは、燃料ポンプが動かないだとか、インジェクターが動かないだとか、そういうところを一つ一つ見つけながらそこを直してたっていう感じ。気合と愛情で動くようになって、それ最高ですね。ありがとうございます。念願のこの黄色と雲柄の個体手に入れてどうですか？もう今
言葉出ないぐらいに感動しましたね。2台やっぱ違うんですか？緑の子と黄色の子は。コンディション的には黄色の方が状態が良くて、実は緑よりも走行距離がいってなかったり、あとは置かれていた場所も日陰にずっと置いてあったので、じゃあ保管状況もそんなに悪くなかった？そうですね。なるほど。そしてこっちの方がちょっと調子がいい。すごい、こんなことがあるんですね。ミラクルでございます。オッチョさん、トゥインゴ特徴はありますでしょうか？これはイージーっていうところが特徴です。簡単ってことですか？簡単っていうことです。っていうのは2ペダルマニュアル。シフトノブがちゃんとあって5速ミッションのクラッチペダルがないという仕様になってます。ということは自分で入れなきゃいけない？自分で入れなきゃいけないです。難しそうっすね。でも意外と慣れると簡単で、コツがあるんで、ぜひよかったら乗ってみてください。教えてください。全然教えます。ありがとうございます。楽しみ。じゃあもうここはちょっとみたいなポイントはないんじゃないですか？というわけではなくて、実はタコメーターと水温計がないっていうのがちょっと不安かなって思ってます。タコメーターぐらいはわかりますけど、水温計すらない。実は昔緑のトゥインゴでオーバーヒートしたことがあって、それが恐怖で水温計ぐらいは欲しいなっていう。なるほど。その分すっきりしてる。なんか何にもね、デザインとしては情報が少ないっていうのはすごい僕はいいことだなと思ってるので。パッと見のこのね、インテリアデザイナーとしても見た目はいいだろうけど、それぐらい情報をくれよと。そうですね。なるほど。どんな車なのか、イージー、水温計もない、オーバーヒートしないように気をつけて乗ってみましょう。今ハンクラ自分で繋いだんじゃなくて車が繋いでくれた。車が繋ぎました。ということで坂道発進をしたんですが、イージーさん、イージー君、イージーという機構がですねハンクラを繋いでくれましたということで乗り込みまして、まずね、シートがめちゃくちゃいいです。それフランス車ですね。あとなんつうのかな、結構広いですよね。広いですね。後ろも広いし。そう、なんか4人乗っても出かけちゃうんでしょ。大学の時に山梨で2泊3日の旅行して荷物が乗らないじゃないですか。荷物後ろにパンパンに詰め込みました。ぎゅうぎゅうに壁のように。その時は緑色の個体ですよね。そうです。匂いもなんか欧州車っぽい、なんかね。ちょっとこの匂いが5歳の時のトゥインゴの匂いを思い出したので。子供ってよく覚えてるもんで、そういうところがね。今日のファッションも車にめっちゃ合ってますけど。ありがとうございます。いつもこんな感じでコーディネートして。そうですね。古着が好きで、こういうカジュアルな服とこういう可愛い車で相性がいいなと思って着てます。雲柄で合ってるし、こういうのとかも色も合ってるし、他にもいろいろ車に合ったものを乗せて楽しんでますよね。特にスイッチ類のこの青色と合ったいろんなものを集めてて、スピーカーとか、あとはフィルムカメラとか、あとはカセットテープの入れ物だったりもこの色で統一してます。このルノー製のカセットデッキは動くんですか？これは動きます。こっちでBluetooth も聞くけど、このカセットデッキでカセットデッキはカセットテープ専用。聞くんだ。なかなかいいですね。どうでした？この黄色いトゥインゴ最初の感想。いや、まず動いたことにすごい感動して。ですよね。しかも緑より乗り心地もいいし、とにかく嬉しいの一言。緑よりも調子が良くて乗り心地もいい。いいです。まさかのね。まさかでしたね。ミラクルですよね。どれぐらいの乗る頻度ですか？毎日乗ってるわけではない。週 1,2 回くらいですかね。どういう用途で？週末に東京に行くことが結構多くて、なんか用事があって、彼女に会いに行くっていう遠距離恋愛をしてて。そっか、浜松と東京は近いようでちょっと距離ありますよね。片道で230キロぐらい。まあまあ乗りますね。乗ります。それこれで行くんですか？これで行ったりします。あとは足車でスイフトスポーツ持ってて。スイスポ持ってる？はい。スイスポの方が楽じゃないですか？楽なんですけど、やっぱりトゥインゴ好きなんで、運転が楽しくなっちゃうのもこっちかも。結構こまめにイージー切り替えるんですね。クラッチない分いっぱいギア変えて楽しんじゃってますね。それもちゃんと合わせてくれるんですね。合わせてくれる。オーナーなんないですよね。なりません。すごい不思議だなと思ってさっきから。軽くアクセルを抜くと、ギアがつながりやすくなるっていう。そうなんですか。会社の先輩に運転教えしてもらったら。してもらったんですけど、できなかったって言ってましたよね。2足以上入れれなかったですね、先輩は。2足以上入れれなかった。やっぱり人を選ぶ車かなっていう。人を選ぶ車の気持ちになって、初めてイージーが乗れるかなっていう。なるほど。
さっき、イージーの乗り方を教えたので、ぜひ乗ってみてください。さっき教えていただいたんで乗れるかな。本当にイージーかどうか司が実証してます。あ、そっか。そう、ないんですよ。ちょっと待って。これで一足？一足、はい。じゃあこれをハザードを解除して。次。で、サイドブレーキ。よし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 。お、発進うまい。あ、でもつなげてますね。つなげてる。すごい。お、いけますね。いけますね。いいじゃないですか。楽しくないです。ここまで入った。初めて運転して5速入るのはすごいと思います。聞きましたか皆さん。らしいです。面白いですね。面白いですか。あ、でもそんなに難しくないですよこれは。やっぱイージーですか。イージーですね。だってイージーって名付けるにはやっぱりイージーじゃなきゃまずくないですか。まずいです。ディカルトじゃないから。そしてですね、まあ今コーナリングなとこじゃないストリートなんですけど、ちょっと切っただけですごい素直にハンドルが反応してくれるんで、これ多分結構面白いんじゃないかな。ブレークでブレークで飛びですとか。結構僕も峠の道あえて選んで走ったりします。あ、そうですか。それとイージーで。イージーで。めちゃくちゃ楽しく遊べそうな予感がしますこれは。めちゃくちゃ乗り心地がいい。やっぱフランスはこのふわふわな感じが最高ですね。すごいこの車は本当に面白い。イージーだけどちょっとイージーじゃないけど、結局イージーになるっていうね、その運転の仕方。イージーというかもう楽しいファン、めちゃくちゃ最高の車でした。オッチョさんありがとうございました。もうね、トゥインゴ人生と言っても過言じゃないんですよ。そうですね。他の車とか乗りたいとか思います？乗りたいんですけど、まあいろんな人から似合わないだろうって言われそうですね。もう完全にオッチョさんイコールトゥインゴとなっております。素晴らしい。じゃあオッチョさん100点満点中何点でしょうか？100点ですね。その理由は？もうこれ以外にドンピシャな車がないので。僕もそう思います。もう完璧、もうドンピシャだと思います。そしてこの車乗り続けますか？部品が尽きても乗り続けます。部品が尽きても乗り続ける。そう、どうやって乗り続けるかちょっと不思議なぐらいですけど、多分彼ならやってくれると思います。今日はオッチョさんとトゥインゴでした。ボーイズ&ドリーズ TV from 浜松でした。バイバイ。